皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエースで日本一周している夫婦です。現在石川県能登半島にやってきております。その中でも現在鹿町というところにいます。地震からそろそろ1年経つ頃ですが、能登半島が今どのぐらい復興しているのか、どのような様子なのかをこの動画でお伝えできればなというふうに思います。つい数ヶ月前豪雨の方がありまして、そちらの影響もあり、おそらく道路状況もまた変わっているかもしれませんので、通れない道路もあるかと思いますが、能登半島を楽しんでいきたいなと思っています。通れる道路を元に考えた今回のルートがこちらです。だいたい道の駅を目的地にして進んでいきたいと思います。僕たちはここに来る前に2日間だけでしたけども、七尾市のオラッチャ七尾という団体のところでボランティアをさせていただきました。被害の大きかった輪島市だったり珠洲市の方はまだ見れていませんので、今回初めて見ることになります。今日はすごく天気が良くて、もう絶景が目の前に広がっているんですけど、早速そのスポットに行きたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。早速やってきましたのは道の駅都議海街道のすぐそばにあります世界一長いベンチです。はい、こちら平成元年にギネスブックに登録されました全長約460メートルほどある長いベンチです。で、目の前には日本海が広がっています。夕日の名所にもなってます。今日はめっちゃ天気いいから綺麗。世界一長いベンチ 460.9 メートルです。はい、何人座れるかって題してイベントが行われて、1346人が座った記録があるらしいよ。じゃあ上から見てみたいと思い綺ま麗、す。本当に綺麗。今日はなんか絵に描いたような水色をしている。冬になってきたからかなり綺麗やね。ああ、それもあるね。じゃあ見ますよ。3、2、1、どうぞ。ドン。向こうまであんのよ。一番端まであるじゃん。向こうまで走ってみようか。うわー、ここだって。この辺まであります。これ460。途中カーブしてるんだな。もう最高のデートスポットですよ皆さん。だってこんなに長いんだもん。隣同士ちょっと気まずくなることもなく、ゆっくり2人の時間を過ごせる場所と。最初端から始まって自分たちの心の距離とともに近づいていく、そんなベンチでよろしいでしょうか。よろしいと思います。街が見えて、やっぱりブルーシートとかも目立っちゃいますけど、どうしてもね、瓦造りのお家とかはこんな風にブルーシートで応急処置をしているところがまだたくさんあります。はい。お店とかは普通に開いてて、道の駅もさっき寄ってきたんだけど普通に営業してます。トイレのところがちょっとガタってなってたりとかもあるけど、だいぶもう綺麗になってるんだなと思います。普通に営業しておりました。じゃあベンチに座ってみますか。はい、座ってみましょう。じゃあさ、私こっちの端っこに座るから、今からほらマイクついてるじゃん。あっちまで行って、行けるところまで行ってみるわ。実況とともにお届けいたします。じゃあ僕とランニングとともにお届けしたいと思います。こちらの長いベンチはですね、途中カーブがございまして、なんか茶色いテーブルがあるところはカーブしておりまして、左手には綺麗な海が見えております。で、すぐ海の海岸沿いのすぐそばは工事中だそうです。で、右手に見えてきました、こちら岸壁の母と書かれております。ちょっと何かわからないので一旦保留です。右上には街灯があります。マイク自体に収録していますので声は届いているかと思いますが、端っこ長い。ずっと言ってたんだな。どうだった？左が綺麗。とりあえずで真ん中ぐらいまで行ったけど、同じようなベンチが何個も並んでるっていうところですかね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではこれからですが、海岸沿いを通りながら次道の駅赤神を目的地にして出発したいと思います。はい、能登半島をぐるっと一周できるようなルートにしてるので、だいたいその被害が大きい輪島とかもちゃんと見に行けるかなとは思います。左手に見えてるんですが、ここは仮設住宅になっていて、道の駅の目の前は仮設住宅がいくつか並んでいました。輪島市に入りました。トトロ岩まであと1キロともなってるし、道の駅の看板も出てきました。すごい綺麗な、みんな統一された真っ黒だね。なんか
七尾市の方のボランティアの時に言ってたけど、ん瓦張りも間に合わないから、作る業者さんももう手に負えないって言って、なかなか瓦をね大量に作るのは大変なんだなっていうのも分かりました。どうしても瓦って重たいから、その重さもあって家が潰れてしまったりとかっていうのもあるみたいです。古めの家がどうしてもね傾いたりとか、ちょっと倒壊してるっていう様子が多く見受けられるかなと思います。トトロ岩見えてきました。左手にあるのがトトロ岩。お耳が地震によって片耳折れちゃったらしいんだよね。右上の部分かな。確かにトトロみたい。かわいい。ちょっと車いないのでゆっくりめに走りますこれが目ついてるじゃんトトロ。なんか目がついてる。あなたもトトロっていうのね。綺麗だな。綺麗やね。海岸沿い着きました。道の駅赤上です。ライダーを笑顔で歓迎する年なんだって。こちらの道の駅はちっちゃくて可愛いけどお食事もできる道の駅でした。ライダーズさん用のメッセージボードとかいうのまで置いてある。ゆかりがあるんだろうね。すでに輪島市にはいるんですけども、輪島市内市役所の近くとかにこれから向かおうと思います。でそこにパン屋さんがありますので、そこに向かいたいと思うんですが、海岸沿いを通っていると途中から被害によって通れない道はございますので、一度能登半島の内に入ってから輪島市に向かっていきたいと思います。全壊の家がいっぱいだね、こっちは。こっちに来れば来るほどブルーシートいっぱいあるわ。重要伝統文化財の保存地区っていうのは聞いてたけど、ここは被害が大きいね、やっぱ。ボランティアの中では私たちは被災者さんのお宅に伺って、その公費解体をされる方のお家中の整理整頓だとか、いらなくなったものを処分させてもらうっていうような作業をしたんですけど、その解体するのにもやっぱ思い入れのあるお家を崩してしまうっていうこともあるので、そう簡単に崩したいとは思えないよね、こうなっても。俺らも処分作業をしたけど、思い出の品を全部預かっていくような感じだったし、そういった気持ちでやるのは大事だなっていうのは学ばせてもらったね。輪島市街地の方に入ってきました。やっぱり途中は通行止めのところがあったりしましたけど、なんとかここまではたどり着きました。輪島市街地に近づくにつれて大きな被害が目立ってるなっていう感じがあります。土砂崩れもだし、そうだね、この目の前に見えてくる電柱とか信号とか、この信号も斜めってるもんね。かなり、斜めってる。道路は綺麗にした後ではあるけど、わだちがいっぱいあって、ガタガタしてるし、陥没してるところも、この辺の歩道とかもね、割れてるもんね。なんか被害の範囲がやっぱ広範囲だから難しいよね、一気に復興は。何年もかかるよね。1年じゃ無理だろうなって思う、こうやって回って見てると。亀裂がすごいね、道路がここら辺、歩道が隆起してたりとか割れてたりとか。もうちょっとで目的のパン屋さんに着きます。こちらのパン屋さんは舘ひろしさんが訪れたということで、クロワッサンが美味しいって言われたそうです。だからクロワッサンは絶対に食べようと思います。こう土砂災害の被害がすごいわ。そうね、土砂の方はやっぱ輪島と鈴の方が結構ひどいっていう話を聞きました。すごいね、やっぱり。うわ、すごい、この山の方も崖が。
段はこんなに穏やかな川なのに。車もほら置いたままだ。そのああ、ぺしゃんこになってるね。流されたんだ。やっぱ被害の大きさがまたね、場所によって全然違うね。でも新しい目のお家もあるんだね。ああ、でも駐車場とかはすごいわ。多分外見じゃわからないけど中は傾いてたりとかはあると思うよ。そっか。すごいいいとこだね、海沿いで。綺麗なとこだ。あら、カメラが来てる。こちらです。ラポートドゥ。はい。どうしよう、駐車場ないよね。駐車場ないね。横付けでいいのかな。横付けでいいのかな。ハード系のパンで具材もいっぱい入ってて美味しい。全部ハード系だけど、このクロワッサンが特に本当に美味しい。パリパリでもちもちで甘みも少しあって、これは超好きだ。どうも、食べております。インタビューを受けた寺田夫婦と申しますインタビューではないんだけど、金沢テレビの方がこちらのパン屋さん撮影に来られていまして、なんでか知らないけどがっつり撮影していただいてて、パンも本当はね食べるとこ取りなかったんだけど違うカメラに向かって、俺が撮影するのもちょっとあれだったから、もう食べてる様子を撮っていただきました。はい、テラス席がちょうどあるってことで、ご紹介いただいたのでこちらで食べてます。ちょっと日陰で寒いは寒いですけど、景色が綺麗に見えるからすごいいい。って座った状態から海が見えるし、いいなって思います。でさっきのテレビ局の方がおっしゃってましたけど、ここら辺でこういったパン屋さんってないみたいで、唯一ここだけって言ってて、すごいおしゃれで、ハード系のパンが好きな方は絶対好き。私たちも結構好きだけど、ハード系でクロワッサンも食べちゃったんですけど、すごいパリパリで、焼きたてとかやったらもっとこうバターがジュワって感じで美味しいんやろうなってぐらい、バターも効いてて、これは美味しいって思った。実はパンはもう売り切れていたんですけども、もう形の悪い商品にならないっていうやつをわざわざ出してくださって、そうありますよってね、購入させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ホットコーヒーとともにいただいております。美味しいです。カメラマンさんのこんな感じでここぐらいまで近くでやめて恥ずかしいんだよ。こんな感じで撮ってらっしゃいました。鼻水も口の粉もつきっぱだったよ。口の粉ついてました。で俺も多分鼻水今めっちゃ出てるから。それのまま撮るのって思いながら、12月末にひこばえを探せというチャンネルで放送される予定らしいです。こちらのパン屋さんを紹介する中で、私たちが自然とお客さんとして映ってるかもしれないということで、覚えていらっしゃる方はぜひ見てみてください。はい。お土産にパンまでいただいてしまいました。ありがとうございます。本当優しいご夫婦だったね。ぜひね、能登の方に来た方、美味しいパン屋さん行ってみてください。朝市はもちろんもう全然やってないんですけど、どういった感じなのか自分たちもこの目に焼き付けたいと思います。道路状況とかもかなりやっぱ悪いな。これでも片付けたんだろうけどね。まだまだ本当に課題はいっぱいあると思うわ。ここが朝市通りに入ってきます。通れないかな。通れない。通れません。本当だね。わあ、いっぱい崩れてるね。看板も歪んでたりとか。港のすぐそばにある朝市だったんだね。ここはもう完全に解体が終わったぐらいかな。終わった後だね。ここからだね、また。ここからまた新しくだから。右手で解体作業行われていますが、解体するにあたっても、建物、これの場合はちょっと難しいかもしれんけど、建物をね、
中のものを処分したりとかしないといけないから、その後の片付けとかもあるから、それに時間はかかるなって思います。自分たちの箸を買おうか迷い中。価格なら意外と1300円ぐらいなら1本3000円とかはお祝いとかにあげるにはいいなと思ったけど、なんかね、それこそ金婚式とかいい気がします。じゃあ買いますか。買いましょうか。輪島のおなん菓子を。かいろんな柄もあって素敵ですよ。ほら桜もあるんで、雲って書いてる。かわいい。これの御神刀展示してる場所もある。あったんだけど今はもう閉まってしまってるの。本当は行ってみたかったんだけど、キリコ、まさにこの周辺にあるんだけどね。お箸も買いましたし、次の目的地に向かいます。そうね、まだ半分も行ってないと。ここにはカフェがあったりとか、なんとゴーゴーカレーもございます。ゴーゴーカレー輪島店も営業しております。はい、食べられますよ。これから道の駅鈴なりに向けて珠洲市の方ですね、向かっていきたいと思います。珠洲市の方も被害が大きいところです。日本海沿いを走っていくルートの千枚田っていうところが有名なんですけども、棚田がすごい綺麗なところがあるんですよね。こちらの方は豪雨によって一般車は通れるような状況ではないので、また来た道を戻りつつ次の目的地に向かいたいと思います。これから冬になっていくからそれも心配だよね。雪が降ってとかね、進まなくなるだろうし、仮設住宅の方とかもすごい不安が募るだろうから、ボランティアも作業系だけじゃなくてケアとかそういったところも介入できるものもあるので、例えば美容師さんやったことある方だったらいう訪問のねカットとかもできるし、看護師さんの免許を持ってる方は介護士さんでもいいと思うけど、足湯だったりとかリラクゼーションの活動もやってる団体も、それこそオラッチャナナっていうところはそういったこともやってたりするから、私はもう無理だっていう感じで思わずにちょっと来てみようかなって思ってもらっても嬉しいなって思います。珠洲市までやってまいりました。流木処理作業中って書いてあるから、流れてきてるわ。道沿いに流木がいっぱい溜まっているのが見られます。山からの土砂の分だね、これは。輪島市も珠洲市もまだ復旧作業が全然進んでいないらしくて、そのボランティア団体の方もいっぱい来てくださってるみたいなんですが、まだまだ時間はかかるそうです。もう顔はめがあるじゃないか。鈴なりか、鈴を鳴らせば鈴なりか。それ内容絶対思いつかんかったやつやろ。寒いんですけれど目を覚ますために揚げ浜塩ソフトです。ここら辺は塩サイダーとか塩のものが有名みたい。それではいただきます。ツルツルタイプのソフトクリームです綺麗。お、すごい。もっと滑らかかと思ったんだけど、食べた瞬間食感が結構しっかりしてた。でも超食べたらとろける感じ。ほんのに塩で甘さは引き立って美味しい。それでは今から六甲崎灯台という日本列島のちょうど真ん中の日という日もある場所に向かいたいと思います。本当に石川県能登半島のてっぺんに向かいます。能登半島の端までやってきました。道の駅のろしが右手にございます。こう曲がるの。あれないね。見たよね。行けなくなってたね。あ、道の駅から行けるんだった。あ、これか。道の駅のろしも駐車場がボコボコしてる。あ、本当だね。ここはボコボコしてる。さすがに開いてないね。
場してないのかな。トイレも仮設トイレだね、使用禁止になってる、ここから歩いていけると思います。結構きつい。急だね。駐車場から400メートルほど上に上がる道がございます。わ、ここめっちゃあそこ思い出した。富良野のラベンダーのライトアップ見に行った時の富良野のラベンダーのライトアップ。ああ、キャンプ場から歩いてた時を思い出した今。もうめっちゃ夕方って感じですけど、今の時刻が4時です。日が落ちるのも早くなってきました。太ももの裏が終わる。道の駅の路地がここです。すすきが超綺麗。綺麗だけど、それが花粉を飛ばしてくれているようです。僕はくしゃみが止まりません。本当水色の空だな、今日すごい綺麗な日だよ、本当にね。右上です。ここにいる今。はい、はい、もう橋の橋です。なんかバンビでも出てきそうだな、こうクジかバンビか。まあ確かに鹿はいそうだけど。日本列島、ここが中心。日本列島の本当に中心にいるってこと。ここが中心になるのか。うん、東大のところは工事してる。あちらが東大です。綺麗。わあ、ここはね、朝日も見られるし、夕日も見られる、海に沈んでいる様子を同じ場所で見られる場所というふうに言われております。へえ、そうなんだ。プサンが見えるの？プサン。韓国のプサン。783km。プサンの方向がこっちか。あっちが韓国。わあ、すごい綺麗。こっちがウラジオストク。東京がこちらの方向でございます。すごい綺麗なとこだね。じゃあ北正面に写真を撮っていきましょう。はい。端っこはこれだけ綺麗ということが分かりました。いや、夕日が沈む前にもうちょっと移動したいところがあるので先を急ぎます。こんな綺麗な場所もあるので、ぜひ足を運ばれてみてください。はい。ただいまの時刻が4時20分ですが、これから見附島に立ち寄りたいと思います。ちょうど5時です。すっかり日は落ちてしまいましたけど、見附島までやってきました。こちらも地震の被害を受けているのがよくわかります。相当揺れたんだろうな。わあ、この時間帯の海も綺麗。カラスがいっぱい止まってる。ああ、本当だね。みんなあそこがお家なのかな。なんか見附島も裏側が崩れたっていうのをなんか口コミか何かで見たんだけど、あ、でも綺麗だね。ここに立山連峰が一応見えてるんですけど、カメラには映らないぐらいの薄さで。ああ、立山連峰ね、見えるね。カメラには映んないだろうけど、雪がもうかかってるんだよね。この辺ずっと富山の方にはいましたけど、まだ雪のかかった立山連峰は見れてなかったんですが離れてから見えるという悲しい現実です。
皆さんおはようございます。こちらはイカのスルメモニュメントイカキングでございます。イカの駅モールっていうところにございまして、あ、何か発見した。助けてください。なんか見たことがある人が助けて。なんか見たことある人がいる気がするけど、イカに近寄る気にならない。近寄れる気にならない。助けて。助けに行かないといけない。まあいいか。よくねえよ。まあいいか。よくねえよ。すごいリアルに出来上がってますね、このイカのモニュメント。ですごいよ。写真スポット、イカの町扇を知ってもらうためにこういった場所を作りましたって書いてありました。うん、これちゃんとちゃんとイカの口までごいざいます。これイカスミビーム急に出てきたイカスミビームという感じです。改めましておはようございまおす。はようございます。こちらのイカの駅つくモールというのは2020年の春に出来上がったそうです。こちらで休憩させていただいたんですけども、トイレもすごく綺麗に管理してくださっていてありがたかったです。うん。能登町市内を少し見て、で最後ひょっこり温泉っていうところに入りたいと思います。本当に綺麗な場所だな。うん。快晴だから海もすごい綺麗。うん。この辺もブルーシートをしている家が多々見られます。うわ、今日めっちゃ綺麗。ねえ。すごい。この青はすごい。昨日は水色だったけど今日は青だ。今日も霞んでるけど立山連峰が見えます。影になってシルエットの形として見えてるね。この辺が能登町の役場近くになります。うん。港町って感じだね。すごく綺麗な街だね。うん、綺麗な町だね。港の庭。なんかイベントとかやるのか。ね、ステージっぽいとこある。すごい駐車場が。この駐車場ね、壊れてるね。ちょうど右手にボランティア団体の方たちが作業している。本当だね。お疲れ様です。ブラキャン鈴、お疲れ様です。棚とかを運び出ししてるね。ツインブリッジ能登は渡れないので、この能登大橋を渡って能登島に渡ります。能登島大橋だね。能登島大橋。で僕たちは一度ボランティアに行く際にこちらの橋は通っているんですけども、ここの景色が素晴らしかったので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。右と左と。どうでしょう。海の中に浮かんでいるような橋で、超絶景スポットです。遠くて見えないけど、あっち側にある橋は渡れない。左手に見えてるやつね。ここから能登島に渡っております。めっちゃ綺麗。すごいな。でもね、橋が一つでもまだ渡れるだけ良かったなって思う。いや本当ね、これが崩落してどっちも渡れないってなったら能登島の人も大変だし、こっちに渡ることもできなくなってたからよかったですね。この中には能登島水族館だったり能登島ガラス美術館もございます。今水族館の方は営業はしてるんですけど、ジンベエザメがいることで有名で、新しいジンベエザメもいるみたいです。ひょっこり温泉に行く前に一旦道の駅能登島に来ました。こちらにガラス美術館っていうのがあるみたいなんですが、令和6年1月1日に発生した地震により当面の間美術館展示等は休館していますって書いてます。だから、
左側にある美術館は道の駅の向かいに美術館の方があるけど、そっちは今のところ休館してるということで、道の駅の奥にガラス工房があるみたいです。ガラスを実際に作ったりもできるみたいなんだけど、どういったものあるか見に行きたかったので行ってみます。道の駅自体は臨時休業しているみたいなんですが、裏手にある能登島ガラス工房は現在も営業しているようです。能登島ガラスって青いのが特徴なの。グイの実めっちゃ可愛い。グイの実ね、素敵だね。可愛い。欲しい。めちゃめちゃ素敵やな。欲しくなるよね。いや可愛いもんね。この本当やね。色合いがすごい素敵。綺麗。菓子置き2つ買いました。あとここはペットを抱きかかえても入店できるってことなので、ぜひワンちゃんとか猫ちゃん連れてる方もいらしてみてください。最後の目的地、ひょっこり温泉島の湯に到着しましたが、なんか今日イベントをやっているみたいです。温泉入れるかな。七尾農林漁業祭りっていうイベントだったんだ。こちらが温泉です。はい。これにて能登半島一周終了です。こちらのひょっこり温泉もすごく泉質が良くてポカポカ温まりました。海風がすごい気持ちよかったし、塩化ナトリウム系の温泉でした。今回一周してみてどのように感じましたか？すごくいいところだと感じましたし、復興までには時間がかかると思うけど、この景色も見に行きたいって思ったし、復興してからもまた来たい場所になりました。いろんな方々の苦労があった上で今ここまで復興してきたとは思うんですけども、まだまだ手が必要になると思いますし、僕たちもまた機会があったら能登半島の方に来て、なんかボランティアとか何か活動ができたらいいなというふうに今の時点で素直に感じています。実際に活動した内容については自分たちラジオの方で詳しくお話していますので、今の現状とかそういったところのボランティアの内容についてはそちらを聞いていただけたらなというふうに思います。もし今回の動画を見て、そのボランティアには活動できないけど来てみたいなって思った方が一人でも多くいらっしゃったらすごく嬉しいなと思います。もちろん営業できてないところとか休館中のままの場所だったりもたくさんあるんですけど、皆さん元気を出して支え合いながら営業してる場所もありますので、ちょっとした食べ物を食べに来るでもいいし、本当に景色見に来るだけでもいいので、ぜひ能登半島にも足を運んでみてほしいと思います。それでは今回の動画はここまでです。もしこのチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。走っております。妖精ゴールに近づいております。昨日のボランティアでふくらはぎが筋肉痛でございます。ずっと言ってたんだな。